皆さんこんにちは。今回は TZR のチャンバーを交換したので、それに関連した話をしていきたいと思います。購入自体は去年していて約1年間使った感想ですね。 K2 テックのチャンバーを購入したんですが、割と最近のチャンバーで2017年に発売になったものです。この K2 テックのチャンバーは純正品のリプレイス品目的で作られたものらしいので、高回転型ではなくて中低速トルクをアップしたストリートチャンバーです。後方排気は同年代のツーストレプリカの中でも下がすっからかんで有名で、渋滞とかにはまるとかなり地獄です。前期型はあまりに低速トルクがなかったので、後期型になって多少変更が加えられて良くはなりましたが、同時期に販売されていた NSR の MC21 と比べると低速トルクは驚くほどありません。昔初期型に乗ってた時に友達に貸してよく乗らせたんですが、ほぼ全員が発進時にエンストしてましたね。そして揃ってみんな言うのが、あれこのバイク全然前進まねえんだけどというのがお決まりで、もっとアクセル開けて回転数上げて発進させてって言うと、今度はアクセルを開けすぎで急発進してしまって、生地効く TZR のフロントブレーキをグイッと握ってしまうので、タンクに股間を強打するまでがお決まりのパターンでした。他のガンマや NSR と比べても中低速のトルクが細すぎるので、スタートダッシュでも普通に置いてかれます。それで置いてかれて、おかしい、こんなの絶対ありえんとなって、この前の動画で話したようにコンペンセーターの中身を開けてメインエアジェットを変更して中低速のトルクアップを狙ったり、これ絶対馬力規制のデチューンのせいだろうっていうことで、それを外すことを当時は試んでみたものでした。過去にそんなのがあったので、個人的には高回転型のチャンバーより中低速型のチャンバーが欲しかったので、この K2 テックのチャンバーを購入することにしました。ちなみに純正の音はこんな感じです。音自体は K2 テックのチャンバーはステンレスチャンバーなんで乾いた音がしますね。それともう一つ違いが大きかったのはアクセルのレスポンスがかなり向上したっていうことです。空回しばっかりしてもしょうがないので実際に乗ってみます。さすがに上まで回すと純正チャンバーより音はでかくなりますね。下道でこれ以上回すわけにもいかないので、高回転はこの後高速に行って確かめてみました。高速に行く途中にちょっとダラダラ走って肝心の中低速トルクがどんな感じなのか確かめてみたいと思います。人気がない農道に場所を移して中低速トルクがどんなものか確認してみます。結論から言うと、乗ってすぐ分かる程度には低速トルクがアップしているのが分かります。元のトルクが薄いんでそんな劇的には変わりませんが、
明らかに運転しやすくはなってますね。チャンバーの重量が減ったことによって当然車体重量も減って、ある意味この TZR のネックである重い重量物のチャンバーが車体上部にあることで操作性が鈍くなっていることが解消されて、ハンドリングとかも軽くなってます。それにしてもこの後方排気のミラーほんと見にくいですよね。後方排気で5、6回北海道のツーリングには行ってるんですが、リアシートに荷物は積みやすいんですけど、ロールマットを積むとこのミラーだと後ろ全然見えないんですよね。どう考えてもデザイン重視で付けられたようなミラーなんで実用性はあんまりないです。3XV になって普通に見やすいミラーに変更になってたんで、多分見にくいっていう意見が多かったんでしょう。それと TZR の後方排気はやたらかぶるって言われてるんですが、確かに89年型の前期は多少かぶりやすいです。それでも数年乗っててかぶったの1回だけですけどね。そして今乗ってる90年型の後期型に関しては一度もかぶったことはないです。やたらかぶるって言われるのは多分エアクリとかいろいろいじくって結局セッティングが合ってない状況で走ってるので、結果としてかぶってるだけだと思います。そもそもこの TZR はセッティング自体が非常に難しいバイクなので、やるならデータを持ってるお店に任した方がいいバイクです。TZR はそういっためんどくさい部分があるので、今回ポン付け可能なこの K2 テックのジャンバーにしました。この90年型の後期はキャブの後傾とかも変更されて、前期型と比べて外気温による影響は受けづらくなっているので、なおさらかぶりにくくなってます。しばらく低回転で農道をぐるぐる回ってストップ&ゴーを繰り返していたんですが、低速トルクが増した分やっぱり乗りやすくなってますね。それとシフトチェンジの回数が減りましたね。 TZR の後方排気は回転数に合わせてシフトチェンジを頻繁にするバイクなんですが、低速トルクが増えたおかげでその分回数が減りました。このバイクはコーナーの立ち上がり回転数を合わせられないとえらく遅いバイクになるんで、それが合わせられた時、このバイクは爽快感があって非常に楽しいんですけれど、わざわざそんなことしなくても NSR に乗ってれば低速からの太いトルクでビヨーンっていってしまうんで、評価は結構割れるバイクだとは思います。これは90年式の TZR の後方排気なんですけれど、同じ90年代のツーストレプリカと比べて速いか遅いかで言えば遅いです。理由は単純にでかくて重いからです。速いって感じるのは次の 3XV からですね。今の時代になって速いか遅いかだけの判断で、私もそうなんですが、2ストロークのバイクに乗ってる人は少ないと思いますけどね。3000回転以下でしばらくダラダラ走り続けたんですが、純正チャンバーだとしまいにゴボゴボ言い出すんですが、K2 テックのチャンバーは割と平気でしたね。こんな感じです。次高速に向かいます。